それじゃ、この子をよろしくね。絶対怪我とかさせないでね。姉の友人の言葉に、私は思わず顔をしかめた。いくらなんでも、預ける日が多すぎませんか？注意したいので、姉の連絡先を教えてください。そう不満を漏らすものの、彼女は首を振って堅くなに拒否している。ダメ。お姉さんね、あなたと会いたくないっていうのよ。だからその分、うちの子をしっかり見てあげてね。説教して去っていく彼女の姿を、私はため息をついて見送るほかなかった。私の名前はユキ、20代後半の専業主婦だ。夫は海外に単身赴任中。しかも私たちには子供もおらず、気楽に過ごしていた。そんな私には、10年ほど前に家出しまった姉のさやがいる。姉とは2つ年が離れているものの、仲は良かった。姉は家出の理由を最後まで話してはくれなかった。姉に何かしてしまったのではないかと、私は今でも自責の念を抱いている。そこへ2ヶ月ほど前から姉の友人を名乗る女性、アイナが私の家を訪ねてくるようになった。彼女は決まって生後5ヶ月の男の子、和樹を連れてくる。何でもこの子を私に預けるようにと姉から頼まれているという。姉はあれから都会へ出て社会人になり結婚。子供にも恵まれたものの、産後の日立ちが悪く苦しんでいるという話だった。そのため、私に育児を頼みたいのだという。姉のためならと引き受けたはいいが、どうも最近、和樹を預けられる頻度が増えてきている。この頃は、丸1日から3日という高頻度だ。自分の子育てすらまだなのに、生後5ヶ月の赤ちゃんの命を預かるのは、精神的にとても重たく感じた。専業主婦とはいえ、私は町内会の雑務なども担っている。だが、育児の負担からそちらの活動にも支障が出るようになってしまった。子供のいない私が夫の単身赴任中に育児をしていることについて、よからぬ噂が流れることもあった。その度に事情を説明するのもだんだんと苦痛になっている。和樹はもちろん可愛いし、姉の体調も気になってはいるのだが、さすがにそろそろ限界だ。そろそろ断りを入れようと私は思っていた。それから数日後、アイナはまた和樹を連れてやってきた。彼女は当然のような顔で和樹を抱かせようとしてくるが、私が腕を伸ばさないでいると、途端に不機嫌そうな顔をした。どうしたの？威圧的な声色でそう問いかけてくる。気が弱い私は言葉に詰まってしまったが、しどろもどろになりながらもどうにか意を唱えた。もう限界なんです。限界？私、確かに仕事はしてないですが、町内会のお手伝いもありますし、育児に関して何の知識も経験もない私が、赤ちゃんの命を何日も預かるのは危険だと思います。そんな大げさな。うまく探せばベビーシッターも見つかるでしょう。プロにお任せするよう、アイナさんから姉に言ってあげてください。これで本当に困っていることがアイナにも伝わっただろうし、姉も理解してくれるだろう。だが、安堵する私に構わず、アイナは不服そうな声を上げた。自信がないなら勉強したらいいじゃない。あなた仕事もしてないんだから。この子を育てることで社会貢献にもなるわよ。社会貢献って。まさか姉の子より町内会の方が大事だっていうの？あなたがお姉さんに嫌われた理由が
わかる気がするわ。まさか、アイナにそんなことを言われるなんて。ただでさえ、姉に嫌われているのではと気にしているのに。反論の言葉を探す間もなく、アイナは和樹を押し付けるような形で渡してきた。今回は1週間預かってね。今日のことをきちんと反省し、ちゃんと大事にするのよ。私が和樹を返す前に、アイナはさっさと出て行ってしまった。その後私は、夜間に急な発熱をした和樹を病院に連れて行ったり、夜通し看病したりで、体がヘトヘトになってしまった。病院代やタクシー代でお金も飛んでいった。こんなに大変な育児を世の母親たちは当たり前のようにやっているのか。日を追うごとに回復していく和樹に安堵していると、一本の電話が入った。久しぶり、私よ。今までずっと連絡してなくてごめんね。受話器越しに忘れかけていた懐かしい声が飛び込んでくる。それは間違いなく私の姉、さやの声だった。お姉ちゃん？思わず腰を抜かす私に、和樹がおかしそうにキャッキャと笑った。どうして今まで何の音沙汰もなかったのか、なぜ家を出る前に相談してくれなかったのか、疑問はたくさん浮かんでくる。だが、口をついて出てきたのは、他でもない和樹についてだった。お姉ちゃん、どうして私に毎日のように和樹くんを預けるの？産後大変なのはわかるけど、私も辛いし、和樹くんだってかわいそうじゃない。絞り出すような声で、そう訴えかける。ここ最近、町内会での役割を誰かに代わってもらったり、不慣れな育児に翻弄される日々が続いている。何よりも、母親が全てと言っても過言ではない時期に、こんな頻繁に私に預けられていては、和樹が不憫でならないのだ。そんな思いの丈を打ち明けたが、電話の向こうにいるはずの姉が、果たしてどんな反応をするのか、まるで想像もつかない。数日前、アイナが放った言葉が私の頭を駆け巡る。あなたがお姉さんに嫌われた理由がわかる気がするわ。こんなぶしつけな言葉を発したから、これでまた姉に嫌われてしまうかもしれない。遠い仲になってしまうかもしれない。だが、和樹と姉のためにも、この件はきちんと話をつけなければならないのだ。私は和樹から目を離さないよう気をつけながら姉の返事を待った。しかし、返ってきた言葉は想像の遥か上を行くものだった。一体何を言ってるの？ようやく安定期に入ったからその報告で電話したのに、もしかして誰かと勘違いしてない？私は姉の返答が理解できず、頭の中が真っ白になった。安定期？勘違い？どういうこと？ただでさえ10年間近くも姉と離れていた葛藤でいっぱいなのに、姉の子はまだ生まれてすらいないという。この電話自体、嘘やいたずらなのではないかと考えたが、姉の特徴的な声はそう聞き間違うはずもない。私は声を震わせつつ姉に尋ねた。そんな、私、お姉ちゃんの友達から赤ちゃんを預かってるんだよ。じゃあ、この子は一体誰なの？なんですって？姉も私の言葉に驚いたのか、甲高い声が返ってきた。その人は、ユキに何と言って子供を預けているの？私はこれまでの経緯を姉にすべて説明した。姉の友人を名乗るアイナのこと、どう断っても難癖をつけて和樹をうちに預けていくこと、それに関して言われたことなど。姉はうなずきながら聞いてくれ、その後私にある提案をしてきた。
私はその話に乗ることにし、アイナが和樹を迎えに来るまでの間、ひたすら待ったのである。絶対に許せない。私は積もりに積もった彼女への復讐を決意した。約束の日の朝、アイナが悪びれもなく現れた。お待たせ。この一週間何もなかったでしょうね。2ヶ月以上もの間、和樹を預けることに成功してきたアイナは気が大きくなっていたのだろう。車から降りるなり、偉そうな口ぶりで私にそう問いかけてきた。しかし、姉の怒りに満ちた顔を見るや否や、彼女の顔からさっと血の気が引いていった。さや、あんたがどうしてここに？アイナは言葉にもならない様子だったが、それでも何とか虚勢を張り、強気の声色で問い詰めてくる。どうしてさやがこの場にいるのよ。どうしてって、あんたが私の名前を勝手に出したからじゃない。姉はつかつかとアイナへ歩み寄り、語気を強めて言葉を続けた。あんたのこと昔から嫌いだったけど、まさか自分の子を私の子と言い張って、うちの妹に預けてたなんてね。一体どういう神経してるの？そう、きしくも姉とアイナは高校時代のクラスメイトだったのだ。話は10年前、姉の家出の件に遡る。当時の姉は平々凡々とした私とは違い、文武両道な生徒だった。部活や読書コンクールなど何かと表彰される機会が多かった。いつしかアイナはそんな姉の活躍を妬むようになり、ことあるごとに姉の友達にありもしない噂を言いふらすようになる。日に日にエスカレートしていくアイナの行動に姉は危機感を抱くようになる。このままでは家族にまで被害が及ぶかもしれない。そう懸念するようになり、姉は家族に内緒で家出したのだ。さらに姉には記者になるという夢があり、名の知れた会社からお声がかかっていたこともあり、高校卒業と同時に会社の社宅で暮らし始める。姉は私たち家族に不満があったのではなく、アイナが私たちに危害を加えるのを恐れて家を出たのだった。その行為自体、決して褒められることではないかもしれない。だが、姉がずっと家族を大事に思ってくれていたこと、そして、そんな姉の胸中に気づくことができなかった自分にも、じくじたる思いがした。なんでこんなことしたの？姉の問いかけに、アイナは切れ気味に応じた。何よ、私の大変さも知らないで。毎日、家事や育児に追われて大変だったんだから、私だって息抜きがしたかったのよ。アイナは逆上しつつ、自分の私生活がいかに大変だったのかを語り始めた。息抜きってアイナさんの浮気ですよね。だが、私の放った一言で、その場はしんと静まり返った。アイナは状況が飲み込めないのか、口をポカンと開けている。なんでそのことを。姉は若くして上り詰めた敏腕記者だ。この3日間、姉は記者としての手腕を存分に振るってくれた。1週間もの間、私に和樹を託してアイナがどこへ行ったのか。姉はその調査を行っていた。その結果、彼女の浮気が発覚したのである。相手は若くして成功した高校時代の同級生だった。姉はアイナの前でトランプのババ抜きのように証拠写真を次々と広げていった。こんなもの知らないわよ。あんたたちが勝手に作り上げた嘘っぱちでしょ。アイナはさもそれらの写真が偽物であるかのように振る舞っていたが、その視線は四方へ泳ぎまくっている。声にも不安や恐怖の色が混じっており、
明らかな動揺が見て取れた。姉の調査をもとに更新所で調べてもらったんです。私は畳みかけるように告げた。和樹くんを私に預けていた日のほとんどをショッピングや浮気のデートに当てていたそうじゃないですか。アイナの表情は言い逃れができないことを悟ったかのように真っ青になっていた。この一週間のみならず、他の日の裏もすべて取れています。当時は体調の優れない姉のためだと自分に言い聞かせて乗り切りましたが、まさか人に育児を押し付けて自分は遊び回っていたなんて。そこまでバレてるとは、ねえ。観念したのか、アイナはあっさりと浮気の事実を認めた。わかったわよ。私が悪かったわ。だからこのことは、うちの旦那には内緒にしておいて。同居生の彼とはただの気の迷いなのよ。こんなことが知れたら私。口では謝意を示すものの、その表情は間違いなく己の保身のみを考えていた。和樹への罪悪感や不貞行為への後悔は微塵も感じられない。すると突然、ぐっすり眠っていた和樹が大声で泣き出してしまった。その声を聞き、アイナがハッとした顔で和樹を見る。アイナさん、あなたがしたこと、和樹くんが大人になったら胸を張って話せますか？アイナさんが楽しんでいる間、何のご縁もない私に預けられて、和樹くんがどんなに寂しかったか、その気持ちがわかりますか？この2ヶ月で、和樹は今でこそ私に心を開いてくれるようになったが、初日は私のことを泣いて嫌がっていた。なんとか母親の元へ返してもらおうと、声を枯らしてずっと泣き続けていたのである。アイナは愕然とした表情でその場に立ち尽くしていた。私は悪くない。ちょっと楽しみたかっただけなの。気分転換をして。気分転換？ついに怒りが抑えきれなくなり、気づくとアイナに罵声を浴びせていた。知らない人に預けられて、和樹くんがどれだけ心細かったかわかる？物心つかないうちに母親に裏切られた和樹くんの悲しみがあんたにはわかるの？それは、あんたは育児を押し付けて私の時間を奪っただけじゃなく、姉さえも侮辱したの。一体どこまで姉に迷惑かければ気が済むの？姉に謝りなさいよ。違う、私はそんなつもりじゃ。育児すら満足にできないなら最初から産むな、この自己中女が。私の言葉にアイナは冷や汗をかいて肩を震わせていた。もういいわ。そこへ姉が私の肩をポンと叩いた。この人もかわいそうな人なのよ。私がいなくなったのをいいことに、何も知らない妹に育児を押し付けるほど切羽詰まっていたのね。ごめんなさい。アイナはか細い声でヒクヒクと泣き声を上げ始めた。私、何でもできるさやが羨ましくて。高校時代、みんなの話題はさやばかり。私の好きな人でさえも。好きな人って、今の浮気相手の彼？姉の問いかけに、アイナはこくりとうなずいた。彼がビジネスで成功したのは同窓会で知ってたわ。私たちが付き合い始めた時、みんなは彼の財力に惹かれたのね、と噂してた。でもそうじゃない。私はただ、高校時代のリベンジがしたかったの。リベンジ？だって、当時の彼はさやが好きだったから。だから、今の彼と付き合うことで、さやに復讐できると思ったの。何それ。姉が呆れているところへ、外で車のエンジン音がした。アイナの夫、聖吾が慌てた様子で現れる。私と姉が電話した日、あらかじめ彼に浮気の事実を伝えていた。姉と一緒に証拠集めに協力してくれたのも彼である。あなた。
真っ青になって凝視するアイナに構わず、聖母はその場で土下座した。この度は、妻の愚行でそちら様にご迷惑をおかけして、なんとお詫びしたらいいのか。アイナはそんな聖母の姿を見て取り乱し、動転のあまり逃げ出そうとした。だが、足元がおぼつかないのか、すぐ聖母に取り押さえられてしまった。鬼の形相をした彼の口から飛び出したのは、浮気に対する厳しい叱責の数々だった。まさか人様に我が子を預けて自分は浮気してたなんて。母親失格だな。聖母。黙れ。俺の知らないとこでなんてことをしてくれたんだ。我が家の恥をよそ様にまで知らしめやがって。ごめんなさい。でも私。黙れ。帰るぞ。ひとしきり落ち着いたところで、私は彼に和樹くんを返した。聖母は何とか妻子を車に乗せると、何度もこちらに頭を下げ、改めて謝罪に来ますと言い残して去っていった。彼は後日、金一封を持参して謝罪に訪れたが、和樹くんのこれからのために使ってくださいと言って断った。その後彼らは離婚する、しないで争った末、和樹の親権は聖母に渡ったそうだ。当然といえば当然の結末である。離婚後、アイナは一人狭いアパートに住み、生活もかなりギリギリらしい。かつての友人に相談しても、姉の件で友人たちから見放され、今では四面楚歌のようだ。一方の私は、10年間音沙汰のなかった姉が無事に帰ってきたことを両親と共に喜んだ。もちろん父と母は姉を泣きながら叱っていたけれど、もうこの子は長年心配させて、一時期は警察も出動させて大変だったんだぞ。ごめんなさい。姉はひとしきり頭を下げていた。だから心配しないでって当時メールを入れたじゃない。そういう問題じゃない。親はいつだって子供が心配なんだよ。そうよ。でもまあ、元気そうで本当によかったわ。両親にたっぷり絞られた姉だったが、最後には姉の夫を家に招き、今後の二人を祝った。その後姉は無事女の子を出産した。あれから早2年。夫が単身赴任から帰ってきて、私も子を授かり、元気な男の子を出産。子供の急な変化にも落ち着いて対応できるのは、和樹のおかげかもしれない。和樹の幸せを祈りつつ、今後は我が子に専念しようと心に誓った。